マイの日本語ポッドキャスト。こんにちは。マイの日本語ポッドキャストへようこそ。マイです。皆さん、明けましておめでとうございます。はい、日本ではですね、新年の挨拶として明けましておめでとうございますと言います。で、前回の大晦日の動画のコメントで明けましておめでとうございますって新年の挨拶をねしてくださった方たくさんいらっしゃったんですけど、ごめんなさい。私がですねきちんと説明できていなかったんですが、12月31日までは良いお年をお迎えくださいとか良いお年をと言います。そして年が明けて新しい年になったら明けましておめでとうございますと言います。うん、ではもう一度言ってみましょうか。はい。皆さん明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、ついにですね、2026年になりました。なんかやっぱり新年になると、なんかドキドキ、ワクワクっていうそういった気持ちになりますね。うん。皆さんは2026年、どんなことを頑張りたいですか？抱負は何ですか？はい、この抱負っていうのが何かっていうと、これからどういう気持ちで過ごしたいか、そしてどんな姿勢で取り組みたいかっていう計画や決意を表す言葉です。で、この抱負っていう言葉は特に新年によく使われる言葉で、目標と似ている単語なんですけれども、この抱負と目標っていうのはちょっとニュアンスがね違います。うん。目標はゴールや結果のことですね。自分がなりたいものや、あとは達成したいこと。それが目標です。で、それに対して抱負っていうのは、ゴールをするためにどうやって進んでいくかっていう、計画を立てて頑張ることっていうことですね。なので例えば目標だったら、今年 N1 の試験に合格する。これが目標ですね。で、抱負だったら今年 N1 の試験に合格するために日本語の勉強を頑張る。はい。こういった違いがあります。で、私の今年の抱負はですね、まず、チャンネル登録者数10万人を目指して、これからも一生懸命 YouTube を頑張っていきたいです。うん。そして、私も皆さんと同じようにね、語学を勉強している立場なので、私は今、韓国語をね、勉強しているんですけれども、その、韓国語の試験、トピックっていう試験なんですけれども、そのトピック5級を目指して、5級合格を目指して、毎日コツコツ韓国語の勉強を頑張りたいなと思います。はい。そして、もっともっと韓国語が上手になりたいです。うん。それから、運動もしっかりとね、頑張って、健康な体づくりもしていきたいなと思っています。やっぱり新年になると、今年は何々を頑張ってやるっていうね、こういった抱負を立てる人って多いんですけど、三日坊主っていう人もとっても多いです。うん。この三日坊主っていうのは、何かを始めてもすぐにやめてしまうことを言います。皆さんも気づいたら、あれもうやってないなっていうことありませんか？正直に言うと、私はよくあります。でもね、最近思うんですよね。三日坊主って、実はそんなに悪いことじゃないんじゃないかなって。
そう思うんですよね。まず、やってみよう。何かに挑戦してみようって思うこと自体が、すごく大事なことなんだなって思うんですよ。うん。それに、三日坊主を何回も繰り返しているとね、いつの間にか、あれ結構続いてるじゃんっていう時もあるんですよね。うん。で、私自身も今年はこれを頑張ろう。絶対にこれをやってやるんだっていう風に決めても、ね、途中で諦めて続かなかったっていうこと何度もあります。うん。でもね、その度に少しずつ、自分のことを分かるっていうか、そう、自分のことが分かってきた気がするんですよね。うん。例えば、なんで自分はすぐに諦めちゃうんだろうとか、あとは、じゃあどうしたら、途中でやめずに続けていけるかなとか、そういったことを考えられるようになるんですよね。うん。多分、私の場合は、レベルの高いことを目標に、しちゃったりとかね。うん。あとは毎日必ずやらなきゃっていう、ちょっと義務みたいな、うん、感じで考えてしまったりしていたので、だから続かなかったんじゃないかなって思いますね。だからね、完璧を目指すっていうよりも、やってみることとか、あとは少しでも続けてみること、そういったことをこれからは大事にしていきたいなって思いますね。それでは今日は2026年がスタートしたということで、日本の1月1日についてお話をしていこうと思います。はい。日本ではですね、新年、つまり1月1日は1年の中でも一番大切な日なんですね。皆さん知っていましたか？うん。実際に日本の1月1日はどんな様子なのかっていうと、まず多くの人が初詣に行きますね。うん。以前のポッドキャストでもお話をしたんですけど、私は12月31日から1月1日に変わったその日の夜中に初詣に行くタイプなんですけれども、多くの人は1月1日の朝に神社へ行くことが多いです。うん。そこで一年の幸せを祈ったり、あとはおみくじを引いたりします。そして日本に旅行で来られる方は少し驚かれるかもしれません。1月1日の日本の街はとても静かだからです。え ?1 年で一番大きな行事なのに静かなのって思いますよね。そうなんですよ。でも実際にとっても静かなんです。うん。なぜかっていうと、会社や飲食店などがほぼ1週間ほどお休みになるところが多いんですね。で、日本ではこの時期はみんながお休みするものっていう認識がとっても強いんですよ。うん。なので、多くの人が家でテレビを見たり、あとはおせち料理やお雑煮っていうお正月に食べる特別な料理を食べながら家族でのんびりと過ごすんですね。うん。なので、1月1日前後に日本旅行を計画している方は本当に注意してください。うん。もし、この時期に旅行する場合は、お店が営業しているかどうかっていうのをね、事前にちゃんと、調べてきてくださいね。うん。この確認は本当に大事です。先ほどお話ししたように、お正月の日本の街はとっても静かです。
ですが、賑やかな場所も実はあるんですよ。それがショッピングモールやデパートです。で、なぜかっていうと、初売りセールや福袋があるからなんですね。で、この初売りセールっていうのが何かっていうと、新年にお店が最初に行うセールのことですね。はい。そして福袋っていうのが、初売りでよく売られている、中に何が入っているかわからない袋のことです。で、その袋の中には値段以上の商品が入っていることもある。そんなお得な袋ですね。うん。で、昔は袋を開けるまで、その福袋の中にどんなアイテムが入ってるかっていうのわからなかったんですよね。うん。で、もうワクワクしながら、もう何が入ってるんだろうって思いながらパッて開けたら、全然いいアイテムがなかった。全然自分が欲しいものがなかったっていうね、そんなこともよくありましたね。で、私も過去に1回だけ福袋を買ったことがあるんですよ。で、それも中身がね、見えない、何が入っているかわからない福袋だったんですけれども、もうすっごいワクワクしながら楽しみにしてたんですよ。ああ、もう私が欲しいもの入ってるかなとか、きっと可愛いアイテムいっぱいなんだろうなって思って、ね、そんな期待をしながらパッて開けたら、全然いいアイテムがもう一つも入っていなくって、そう。でもすっごいなんかテンションが下がっちゃったっていう、そんな経験があるんですね。うん。なので、もうそれからすごく怖くって、それ以来一回も福袋買っていません。うん。もうその経験がちょっとあまりにも悲しい経験だったのでね。はい。でもね、最近はその中身が見える福袋とかも増えているんですよ。なので、買う前にもう中身が確認できる。そう。そういった福袋を買えば、こういった私みたいなね、悲しい経験をせずに済みます。はい。この初売りセールや福袋を目当てにね、1月1日の午後や2日になると、デパートやショッピングモールには人が増えてすごく賑やかになります。で、中には開店前から並ぶ人とかもいるのでね、もうお店の前がすごい行列っていうこともあります。で、お店によっては1月3日から営業するっていうお店もね、あります。なので、初売りセールや福袋に興味があるよっていう人は、お正月に日本に来た時、ぜひぜひチェックしてみてください。そして1月1日といえば絶対に外せないものがお年玉です。で、このお年玉っていうのは大人が子供にあげるお金のことで、子供たちにとってはお正月一番の楽しみと言ってもいいくらい、結構本当に子供たちにとってはね、もうお正月イコールお年玉っていうぐらいとっても大切なイベントです。うん。で、このお年玉は、お年玉袋っていう袋にお金を入れるんですね。で、そのお年玉袋がもういろんな種類があるんですよ。可愛いキャラクターとかね、可愛いデザインのものが多いので、そういったこのお年玉袋を見るっていうのも楽しみの一つです。そしてお正月には親戚の家を回ってね、明けましておめでとうございますって挨拶をして、で、その時に子供たちはお年玉をもらうっていうね、そういった文化があります。で、子供たちは今年は何個もらえるかなって、ワクワクしながらね、親戚の家を回るっていうのもね、そういった楽しみもあるんですね。
で、お年玉あるあるの一つなんですけど、親戚たちからたくさんお年玉をもらうとね、親になくしたら大変だからお母さんが預かっといてあげるとかね、大事に取っておいてあげるからって言われるんですよ。で、子供たちは分かったって言ってね、そのままお年玉袋を親に渡すんですね。うん。で、しばらく経って、ちょっと欲しいものがあるから、あの時のお年玉ちょうだいって言うと、ちゃんと貯金してあるから、もっと大きくなったら全部まとめて渡してあげるからねって言われるんですね。うん。で、いつ帰ってくるんだろうって思いながら待つんですけど、大人になっても結局そのまま戻ってこないっていう不思議なお年玉があります。あの、これね、経験したことある子供たち、本当に多いんじゃないかなって思うんですけれども、うん、私もその一人です。はい。ある程度、大きくなった時に、あ、これ絶対帰ってこないやつだって気づいてね。うん、それからは自分で管理をするようにしました。はい。私は子供の頃、毎年1月1日におばあちゃんの家へ行っていたんですけど、それが本当に毎年楽しみでしょうがなかったです。うん。なぜならね、やっぱりおばあちゃん、おじいちゃん、それから親戚たちからたくさんお年玉がもらえるのでね。楽しみでしたね。うん。あとは、料理みんなで食べる料理もすごい楽しみだったんですよ。うん。おせち料理だったり、あとはお雑煮。そして、カニやお刺身とか、本当にテーブルに乗り切らないぐらいたくさんの豪華なね、食事をみんなで食べたんですよ。うーん。あとは、ご飯を食べ終わった後に、みんなでカルタで遊んだりもしましたね。うん。だから私にとって、毎年1月1日は本当に幸せな一日でした。で、おせち料理っていうのは、お正月に食べる特別な料理のことなんですが、結構こういった四角いね、箱にいろんな料理が入っている、すごく高級なお弁当みたいな感じなんですけれども、うん、そのおせちの中には、黒豆だったり、あとは数の子、うん、あとは、エビとかね、あとお肉とかも入っています。うん、そういった本当にいろいろな料理が入っているんですけど、それぞれ一つ一つに意味があるんですね。例えば、健康でいられますようにとか、子供がたくさん生まれますようにっていうね、そういった意味があります。はい。あと、お雑煮っていうのは、お正月に食べるお餅の入ったスープのことです。で、このお雑煮は、本当に地域によって、全然味とか、あとは入ってる具材とかが違うんですね。うん。で、例えば、醤油味だったり、味噌味とか。うん。あとは、お餅が丸い形のお餅だったりとか、四角い形のお餅っていう、本当に、うん、地域によって全然違います。はい。で、ちなみに東京は、出汁がしっかりと効いた醤油ベースのスープに鶏もも肉、あとは、椎茸とか小松菜、うん、あとは三つ葉とか、うん、あと柚子とかも入ってるかな。うん。で、こういったものが入っています。はい。で、私は小さい頃からこの、東京のね、お雑煮を食べて育ちました。あと、カルタっていうのは、お正月によく遊ばれる日本のカードゲームのことですね。うん。で、まず最初に、こう、一人がね、文を読むんですよ。で、その他の人は、その文と
同じカードを探すんですね。で、そのカードを見つけたらタッチするんですよ、そのカードを。で、一番最初にそのカードを触った人がゲットできます。そのカードをもらうことができます。そう。で、誰が一番たくさんカードを取れるかっていうのをね、楽しむゲームですね。はい。で、これは、子供から大人までみんなが楽しむことができる遊びです。あとはカルタの他にも福笑いという遊びがあります。皆さん知っていますか？うん。福笑いもお正月に日本でよく遊ばれる日本の伝統的な遊びです。で、この福笑いがどういう遊びかっていうと、目や鼻、あと口とか、あと眉毛とかね、そういった顔のパーツを紙の上に置いていって、顔を作っていくっていうゲームです。うん。でも、これは目隠しをしながらやらなきゃいけないんですね。そう。だから目隠しをしているから、もう出来上がった顔がどういう顔かってわからないんですよ。なので、こうやって目隠しを外してみたら、眉毛がすごい変な位置にあったりとかね。そう、その表情がね、結構面白いんですよね。なので、それでみんなが大笑いしてしまうっていう、そういった遊びです。で、この遊びの面白いところは、ただ笑うだけではなくって、笑う角には福来たるという意味もね、込められているっていうところですね。うん。で、この笑う角には福来たるっていうのがどういう意味かっていうと、笑っている家には自然と幸せや福が訪れるという意味のことわざです。はい。だから福笑いは単なる遊びではなくって、新しい年に幸せを呼び込むために笑顔で楽しむ遊びっていうね、そういった役割もあるんですね。うん。子供も大人も一緒に笑いながら遊ぶと、家族や友達との仲も深まります。はい。で、このね、目隠しを外した時に出来上がるちょっとずれた顔や予想外の表情を見ると、本当にもうみんながガハハハハって笑っちゃうんですね。うん。そんな時間こそまさに笑う角には福来たると感じられる瞬間かなと思いますね。はい。私もね、何度か福洗いやったことあるんですけれども、もう本当に面白い遊びなので、絶対に笑いが起こります。そう。本当にたくさん笑いましたね、みんなで。そんな時間も本当に幸せでしたね。はい、今日はですね、日本の1月1日についてお話をしていきました。いかがだったでしょうか？うん、2026年、皆さんにハッピーなことがたくさんありますように。はい、そして日本語の勉強も焦らずゆっくり一緒に続けていきましょう。はい、それでは本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。